はい、どうも、ゆうです。今回はですね、無事に、リビダイエリート行きましたので、こちらの方、カスタム紹介していきたいと思います。基本的には、5212メインで、ずっとやってきてはいたんですけど、やっぱり、ね、この連勝っていうのがなかなかできなくてですね、途中でちょっと見切りつけて、メンバーと含め、褒めを変えたっていう感じになります。このスカット見ていただいても分かるように、ファーストオーナーだらけということで、本当フォワードのラッシュフォード、クルトワ以外は、全員、ファーストオーナーという風になってます。で、何が一番きついって、後ろですね。5組んでた時は、コナテとバラン、組んでと、マスチェラードでやったんですけど、やっぱり、バラン、違いますね。ダイク・サリバとかリュリが、払う方とかに比べると結構きつかったりしました、正直。で、最後まで守りきれず同点追いつかれるとかっていうところで、カスタム途中でですね、一回試合中にティキタカっていう部分に切り替えが入ってて、気づいたら自分が設定したら4231になって、その試合勝ったんですけど、結構やりやすくて、で、自分で組んでみるかっていうことで4231組みました。これがこの形になります。で、実際それ4231してからいかん負けずに、連勝で、無事にエリート上げれたということで、4231のカスタム紹介していけたらなと思います。では早速見ていきたいと思います。で、コードの方も最終紹介しますので、よければ見ていただけたらと思います。で、4231ですね。はい。戦術プレイセットカスタムで、4231など、キャムバージョンになります。で、バランスですね。で、守備的アプローチ高いという風になってます。はい。で、選手の役割ですね。ボールなしありはこんな感じなんですけど、形的に見たら4213に似てるかなっていう感じっていうか、4213ですね。はい。で、キーパーはまず、スイーパーキーパーにして、飛び出しでやってるんですけども、大体これスイーパーキーパーじゃない人の方が多いかなっていう印象あります。ここは好みでいいと思いますね。で、後ろはディフェンダーにしてますと。で、両サイドサイドバックですね。はい。後ろでやっぱりディフェンスしてほしいっていう部分があるんですけど、重視バランスにしてるんで、多少上がったりはするかなっていうところにしてます。どっちか、含め、組んで側とか特に、重視をディフェンスにしてもいいのかなっていうのは正直思います。ただ真ん中がね、ここボランチにしてて、ボランチディフェンスなんですよ。後ろ2枚ちゃんと確実に残したいっていうか、上げるときはトリガーなんで上げるっていう形なんで、この辺をちょっとボランチでやってたっていう感じになります。で、トップ下プレイメーカーで、ここに関しては本当パスが上手い選手を置きたいという感じですね。なので、今自分はグッディ置いてますけど、虫穴とかでもいいですね。ドリブルが上手くて、パスが上手い選手っていう感じなので、デブライネとかでも十分いいですし、どちらがパスをこう、さばける選手を置くっていうのがメインになってくるかなと思います。で、両サイドがハーフウィンガーにしてて、サイドに流れてほしいっていう部分ですね。はい。サイドの1対1を作りたいという部分でここをやってるんですけど、これに関しては、一回1-3で負けてて後半入った時に、その時はシャドウストライカーにしました。これ両サイド。で、オフェンスにしてめちゃくちゃ前に残すっていう感じですね。守備が、だから後ろどこまで頑張るという形になるんですけど、これにした方が、真ん中への厚みはめちゃくちゃかかります。ただサイドにあんまり広がらないっていう感じなんで、例えば5バックであったりとか、真ん中が硬い時にはちょっと崩しにくいなっていう印象は正直ありました。ただ、最後攻めたい時とか流れ変えたい時用にこのシャドウストライカーで両サイド変えるっていうのは結構いいなっていう印象はあったので、これはこれでおすすめかなと思います。はじめこれでいって逆に守備を、きついなと思ったら、ハーフインガーにして、サイド広げながらやるっていうのも一つありかなと思います。はい。これが両サイドパターンですね。はい。で、その時には、両サイドバックもウィングバックに変えます。はい。ウィングバックに変えて、サイドバックと、内側に、両キャムが内側に入ったところを、両サイドバックで上がるっていう感じですね。っていうのがおすすめかなと思います。で、真ん中は、アドバンスフォワードということで、ここに置きたい選手としては、やっぱり、決定力ですね。ラッシュフォードをこれ今エボってるんですけど、思ってた以上に使用感が良くてですね、まだ全然エボ1段階しか進んでないのに、めちゃくちゃ使用感いい。これもう絶対作った方がいいと思うぐらいの。で、結構パワーシュートが入ったりとかもするんで、個人で打開できて、しかもある程度ボールを、保持できるような選手がいいのかなと思うので、ここはラッシュフォードを置いてたっていう感じです。はい。
っていう感じですね。で、まあ、コードとしてはこの左上に書いてますので、よければ、使っていただけたらと思います。まあ、数字もどこかで書こうとは思いますので、よければそちらの方を見ていただいて、使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、この試合動画とかは、アーカイブで一応残したりしてるんですけど、ちょっと時間経てば、限定公開とかしてるんで、もし希望が多ければですね、試合動画の方も上げていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、また。FC24 の転売情報ですね。今までずっと同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、最新の情報になるかなと思います。自分としては今のところトレード収入としては4500万という風になってます。実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、これに関しては利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。自分自身今作に関してめっちゃ、大会もほとんどっていうか全部参加してきてるんで、1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、その時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、それ踏まえた上での、この金額だったら今作もできたかなとは思ってます。一応自分としてはトレード収入とかは全然オープンにしてるので、皆さんにも結構X とかで載せたりとかもしてますけど、前作で言うと5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、今作も選手がねやっぱ高いので、そういった面で言ってもコインは結構必要かなと思います。大作も同じ感じでね、情報は出していこうかなと思うので、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、Twitch だったりとか YouTube についての方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、これは転売成功案件になります。自分も直近で出たシャビとか、79,000買ったやつを10万とか11万で売りましたよとか、3万で買ったディフェンスの3万8,000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、ちょっと最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのをこんな感じで載してるっていう感じですね。あとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、こういった情報を出してるという感じになります。ちょっと終盤になるにつれてね、情報量としては、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。今作はやっぱり男女になったりとかで、各レートの仕込みであっても結構上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、来作も、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、プレイに関しても、一応対応とかしてて、自分としてはランク1だったりとか、FCS で言ったら、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、そういった実績とかもあるので、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、こういった感じでね、やってるんですよね。一応こんな感じで。はい。このコーチング動画に関してはまた前にも一回出したと思うんですけど、コーチングしますよっていう感じのやつですね。こういった感じで募集かけてまたやっていこうかなと思ってるんですけど、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。ということで、最後にですね、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、別の情報ですね。やっぱり、これを特典にしてる関係上、こういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、ライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、チャンネル登録も、
5000人目指してるってこともあるので、良ければしていただけると嬉しいです。こういった感じで動画の方をまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。ディスコードに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。